現代都市回記録。毎度毎度、いちこチャンネルコタです。というわけで本日はホラーノベルゲームやっていきたいと思います。私が読み上げるのでおそらくあまり怖くはないと思いますので、よければ見てください。というわけで開始。ツッコミは少なめでいきます。世界観が崩れたら困るんでね。本作はオムニバス方式の短編ホラーノベルです。それぞれのシナリオで独立した物語を楽しめます。プレイしたいシナリオを選んでください。ではまず第1話。第1話、引っ越し。疲れた。佐藤は段ボール箱を運び終え、引っ越しのトラックを見送った僕は部屋の中を見回した。大学入学をきっかけに思い切って初めての一人暮らしをすることにした。当然引っ越しも初体験ばっかりだったから、荷詰めといい事務手続きといい疲れることばかりだった。だけどこれでようやく一安心。まだこれから段ボール箱を開けたり家具を買ったりと雑多な仕事はあるけど、ひとまずリラックスしよう。安い引っ越し会社を選んだせいで、僕と引っ越し業者さんの2人で荷物を運ぶことになったので、全身が砕けそうなくらい疲労困憊だった。このまま一眠りしようかと思ったけど、寒いな。季節は3月末。例年ならそろそろ暖かくなってきてもいい頃だけど、今年の春は寒くて、未だ冬のようだった。とりあえず暖房をつけようかと思い、不動産屋さんがあらかじめ分かりやすいところに置いてくれたエアコンのリモコンを手に取る。だけど、あれ？つかない。何度リモコンのボタンを押しても反応しない。リモコンの方が電池切れなのかと思ったけど、デジタル画面にはきちんと設定温度その他の情報がくっきりと表示されている。いや、そういえば電気の手続きって部屋の契約とは別にしなきゃいけないんだっけ？忙しくてすっかり忘れてたけど、不動産屋にそんなこと注意されたような。あ、そういえばインターネットの契約もしないと。それから水道とガスは。嫌な予感がして僕は風呂場へと向かうことにした。やっぱり水出ない。仮に水道局に電話して開通できたとしても、ガスがないのでお湯にならない。仕方ない。今日のところはネットカフェで過ごすか。僕は部屋から出て鍵をかけた。するとちょうど隣の部屋のドアが開く音が聞こえた。見れば隣の部屋からおばさんが出てくるところだった。手には買い物袋らしいトートバッグを下げている。どうしよう。すっかり引っ越しの挨拶を忘れていた。そもそも最近は引っ越しの挨拶なんてするんだろうか。今挨拶をする、しないという選択肢が出てるね。今ね、もう現代はちょっと引っ越しの挨拶っていうのは少ないかもしれないけど、こうやって会ったからには挨拶をしとこうか。では挨拶をする。選びます。あんた。声をかけようとすると、おばさんは信じられないようなものを見る目で、向けてきた。あんた、どの面下げて戻ってきたんだい？京子ちゃんに謝りに来たってのかい？かわいそうに。あんたのせいで、あの子は。何のことですか？まるで身に覚えがない。誰かと勘違いしているんだろうか。それからおばさんはやや落ち着いた様子で僕の顔をまじまじと見た。なんだ。人違いだったよ。ごめんよ。前までその部屋に住んでた男にそっくりだったもんだから。誤解が解けたのはいいけど、逆にこちらが気になる。そんなに怒るということは、この部屋の前の住人というのは、
相当恨みを買っている男だったんだろうか。もしかしたら似たような人違いトラブルが起きるかもしれない。どんな人だったんですか？前に住んでた人というのは。ひどい男だったよ。八原ってやつなんだけどね。ろくに働きもしないで酒ばっかり飲んで。一緒に住んでいる恋人、さっき言った京子ちゃんに暴力ばかり振るっていたんだ。私も見てられなくってね。時々京子ちゃんをかばってあげたんだ。でも京子ちゃんはその男に惚れていてね。恋は盲目ってやつだよ。だけどあの男、必ず返すからって京子ちゃんに口座の金を全部下ろさせてね。その金持って蒸発しちまったのさ。それで裏切られた京子ちゃんはついに首をつって自殺しちゃったんだよ。え、本当ですか？本当も何も私が見つけたのさ。しばらく顔を見ないから妙だと思ってね。腐った匂いが隣からしてくるから見たのさ。おいおい、ふざけるなよ。不動産屋はそんなことを一言も説明しなかったぞ。古い建物にしても随分家賃が安いと思ったんだ。いや、話しすぎちゃったね。こんなにペラペラ喋ることじゃないのに。人違いして悪かったよ。それじゃ。ちょっと。止める間もなくおばさんは足早に走り去っていってしまった。全然寝られなかったな。とりあえず部屋に戻ろう。昨日電話しておいたから電気と水道は開通しているはずだ。異変に気づいたのは部屋に入り、明かりをつけた直後だった。なんだこれ。床の上に紙切れが一枚、無造作に落ちていた。昨日は確かにこんなものはなかったはずだ。まだ荷ほどきすらろくにしていないので、部屋はきれいなまま。小さな破片とはいえ見落とすはずがない。となれば、誰かが僕の留守のうちに部屋に入っておいたとしか考えられない。だけど鍵はかけて出たはず。だいたい誰が？不動産屋さんかな？つぶやいてみるけど、それも不自然だ。電話番号もメールアドレスも教えてあるのだから、何か連絡したいことがあるなら、こんなメモなんかじゃなく、他の手段を使うはずだろう。怪奇に思いながらも紙を手に取り、なんとはなしに裏返してみた。すると、そこには、許さない。だって、そこに書かれていたのは、そんな意味不明な言葉だった。しかもその文字は赤く、さらに釘で赤く引っかいたようで、不気味というほかない。誰だ？こんないたずらするのは。自分に言い聞かせるようにそうつぶやいたけど、一体誰がこんないたずらをできるというのか。部屋に静寂が満ちると、背筋を冷たい汗が伝っていくのを感じる。この奇妙なメモを置いたのが誰であれ、僕が家にいない間に侵入したのは明らかなんだ。そしてその誰かが今もこの部屋の中にいないとどうして断言できる？いない。お風呂場を探すもトイレも探すもいない。もともと一人暮らし用の小さな部屋だ。隠れるところは多くない。とりあえず安全を確かめた僕はゆっくりと一息ついた。とにかく明日になったらこのことを不動産屋さんに連絡しよう。それと警察もか。そんなことを思いながら再び手の中のメモへと視線を落とす。
許さない、殺してやる。見間違いじゃない。文章が増えてる。さっきまで許さないの5文字だったメモ用紙に殺してやるという新しい文が付け加えられている。しかもより激しく震えた歪んだ文字で。僕はとっさに辺りを見回した。部屋の中に別の誰かがいないのか不安に思ったせいだ。でもバカな行動だったとすぐに気づく。メモは僕がずっと手の中に持っていたんだ。近くに人が隠れていたとしてどうやって文字を書き加えるという。だけどバカな行動だと思ったのはそのことじゃない。それ以上になぜかメモから目を離したということが取り返しのつかない失敗に思えてならなかった。僕は再び手の中のメモへと視線を落とした。そこにはまた新たな文字が書き加えられていた。後ろを見ろ。おっと、ここで振り返る、振り返らないという選択肢が出ております。さあ、もし皆様がこの状況になったら振り返るでしょうか、振り返らないでしょうか。私は実況者なので振り返るという選択肢に進みたいと思います。少し怖いですが見守っていただければ幸いです。では振り返る。怖い、恐ろしい。だけど一体後ろに何がいるのか、正体を確かめなければ。僕は勇気を振り絞って後ろを振り返った。そこには僕を見つめる2つの目があった。こちらに向けられた視線にはありったけの殺意が込められている。しかし違う。まるで霧のようにその目は消え去ってしまった。後には部屋の中で唖然と佇む僕が一人だけ。辺りには寒々しい静寂が満ちている。助かった。緊張の糸が解けた瞬間、僕は気が遠くなり、その場で失神してしまった。起きた時、部屋からは例のメモは消えていた。以降も僕はこの部屋で暮らし続けたけど、それっきり怪奇現象は起こらなかった。もしかしたらあれは白チューブか何かだったのかもしれない。だけど今でも僕は時々部屋で過ごしている時、どこからか奇妙な視線を感じることがあるのだった。第1話。皆さんいかがだったでしょうか。独立した物語ということで第1話は楽しんでいただけましたでしょうか。では動画時間となりましては17分となっております。まだ少し短い動画となりますので第2話も進めていきたいと思います。よければこの先もご視聴くださいませ。では第2話に進む。第2話305病室の会。やはり検査入院された方が良いですね。これは川谷、入院ですか。医師のつぶやいた言葉に私は覚悟していたこととはいえ思わずため息をついてしまう。私は部類のお酒好きで特にワインが好きだ。今は飲料会社で働きお金を貯めながら勉強をして将来ワイン業界で働きたいと思っている。
そして最近はワインエキスパートの資格試験に向けて普段以上にお酒をたしなんでいたものの、うっかり自分の肝臓を過信しすぎて健康診断に引っかかってしまった。ちなみにどれくらい悪いんですか？医者、それは肝臓の組織を取ってみないとなんとも。ですが数値的にはおそらくそれほど心配することではないでしょう。よかった。それならと安心と私は胸をなで下ろした。では検査入院は明日からということでお願いします。病室は201号室が空いてたかな。いえ、先生、それが今日急に患者さんが入ることになって201号室は満室になりました。そうか。となると個室の305号室にするか。川谷さん、念のため確認しますが個室で問題ないですか？もちろん料金は大部屋と同じで構いません。はい、もちろん構いません。むしろ大部屋と同じ値段で個室の病室が使えるなんて願ってもないことだった。私は1もなく2もなくうなずいた。ところが看護師、ちょっと待ってください先生。305号室ですか？でもあそこは。急に看護師がうろたえたような声でそう聞き返した。一体どうしたのだろうと思っていると、医者の方も見るからに不機嫌そうな目で看護師を睨んだ。まったく例の噂の話か。患者の前でくだらないことを言うんじゃない。川谷、噂ですか？ああ、気になさらないでください。ちょっとした怪談話です。取るに足らない話ですよ。先生は笑顔でそうはぐらかし、入院の段取りについて話し始めた。その噂とやらについて詳しく聞きたかったけど、話題を振ろうとすると明らかに機先を制してこちらの話を遮る。どうやらよほど触れてほしくない話題らしかった。それから私は予定通り検査入院することになった。肝臓の組織を採取する処置は滞りなく完了。麻酔が残ったふわふわとした気分の中でベッドに横たわっていた。看護師、お食事をお持ちしました。顔を上げると看護師さんがトレイに乗せた病院食を持ってくるところだった。見ればそれは昨日会った看護師さんと同じ人だ。彼女の顔を見ると例の305号室の噂とやらが再び気になって仕方ない。さあ、ここで選択肢が表示されております。噂について聞く、何も聞かないと表示されておりますので、今回は噂について聞くという選択肢で進めていきます。この病室の噂って何なんですか？思い切って単刀直入に質問してみると、先生には私が言ったと言わないでくださいね。そう小声で前置きしながら、彼女は305号室の噂について話し始めた。昔この病院には山形先生という優秀な心臓外科医がいたんです。彼は非常に仕事を熱心で、何度も手術を成功させては患者の命を救ってきました。いわばこの病院のエースです。そして3年前、とある心臓科病患者の担当医となったんです。彼女は心臓の機能に先天的な障害があって、
人工心臓と置き換えなければ長く生きられないという状態でした。それは非常に難しい手術ですが、山形先生ならきっとできると誰もが思っていました。しかし手術前日に山形先生は脳血圧かなで制御されてしまいました。結局手術は延期となり、患者の方も落胆のせいか亡くなられてしまったんです。しかしそれからというもの、奇妙な噂が流れるようになりました。死んだ患者さんが入っていた病室に山形先生の幽霊が出るという目撃情報や、患者さんやナースたちから頻発するようになったんです。それも特に毎年手術予定日の前後によく目撃されるんです。山形先生は自分が死んだことに気づかず、今も患者を治療しているつもりなんだろうとみんなはそう噂しています。その病室というのが、はい、この305号室です。ですが本当に気にしないでくださいね。先生の言う通り、あくまでただの噂ですから。口ではそういうものの、看護師さん自身その噂に怯えているのは明らかだった。それでは失礼します。そう言って看護師さんは逃げるように病室のドアへと歩いていこうとした。ちょっと待ってください。最後にもう一つだけ。その山形先生が手術する予定だった日っていつなんですか？私の質問に彼女はしばらくの間口ごもり。今日、正確に言えば今日の夜です。最後にそう言って彼女は病室を後にした。そして夜が訪れた。例の噂が気になったけど、昼間の麻酔の影響か、徐々に私の意識は眠りへと落ちていった。目が覚めたのは背中に感じる振動のせいだった。うっすらと目を開けてみれば、私は眠ったまま暗い病室の廊下を移動させられているらしい。どうやらストレッチャーに乗せられているようだ。だけど先生からはこんな夜中に手術があるなんて聞いてない。どういうことかと思い、視線を巡らせれば、生きた人間のものとは思えない青白い手がストレッチャーを押していた。あまりの恐ろしさに何とか体を動かそうとするけど、びくりともしない。見えない力で押さえつけられているらしい。誰か助けて。そんな声も言葉にならない。動かすことができるのは目だけだった。そしてそのせいでかえって私はどこに運ばれているのか分かってしまう。手術室。暗闇に慣れた目がその文字をはっきりと見てしまった。さらに背後から異様に低い声が囁きかけてくる。大丈夫。私が責任を持って治してあげます。あなたの心臓を。だから何も心配いりませんよ。ここで選択肢が出ております。叫ぶ、暴れる。これはどちらを選んでもおそらく一緒のエンディングに行くのでしょうか。ということで叫ぶ選んでみたいと思います。叫ぼうとしたけど喉が張り付いたようになって声が出ない。嫌だ、嫌だ、嫌だ。心の中で悲鳴を上げながら
私は少しずつ迫ってくる手術室の扉を見ていることしかできなかった。そして、手術室に明かりが灯る。ここで第2話完結となっております。もしかすると暴れるという選択肢である場合、別のエンディングを迎えられるかもしれません。ですので暴れる選択してみます。では暴れる。私は必死になって暴れようとした。最初のうちは金縛りで身動きが取れなかったけど、それでもわずかにストレッチャーを揺らせる。そして私の体はストレッチャーから転がり落ちた。床で背中を打った衝撃と恐怖、そして疲労によって私の意識は現実から遠ざかっていった。それから朝になって私は手術室の前でストレッチャーと共に倒れていたところを看護師さんに発見された。そしてちょうどその日、他の個室が空いたことで私は別の病室に移る運びになった。病院の方からは夜中に何があったかについて詳しく聞いてこなかった。それどころか病院の院長らしき方がやってきて、迷惑料と称して金一封を渡してくれた。しかも入院料は払わなくていいとのことだ。その対応はやけに手慣れていて、この病院で似たような出来事が何度か起きていたことが伺える。肝臓の検査の結果は入院の必要なし。明日になればすぐに退院できるとのこと。私はベッドの上に横たわりながらあの時のことをぼんやりと考える。もしもあのまま手術室へと運ばれていたら、私はどうなっていたのかと。ここで映像が切り替わり、手術室の明かりが灯された。では皆様、第2章まで進んでいただきましたが、いかがだったでしょうか。今日の動画はこの辺で終わりとさせていただきます。最後までご覧いただきありがとうございます。もしよろしければ高評価、チャンネル登録などしていただければ幸いです。本日、コウタがお送りいたしました。また次回の動画でお会いしましょう。